はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。心臓が3つ、脳みそが9つ、血が青い。この生き物、なんだ？正解はタコです。簡単ですよね。ということで、今日はタコの内臓を紹介します。それでは早速やっていきましょう。今回はタコの内臓を用意しました。タコの内臓は別名、道具と呼ばれています。まずは箱から出してみましょう。こんな感じでタコの内臓だけが入っています。袋から取り出すとこんな感じです。これだけ見たらタコの内臓とは思わないですよね。タコといえばその特徴的な見た目がインパクトありますよね。足が8本あるのは皆さんご存知だと思います。さらにタコにはなんと心臓が3つもあります。さらにタコは脳みそが9つもあります。なんと通常の脳みそプラス各足に脳みそがあるそうです。さらにタコはなんと血が青いです。これだけ聞くとタコって本当に不思議な生物ですよね。地球外生命体じゃないかと思ってしまいます。心臓3つに脳みそ9つは幼稚園児の考えた敵の設定です。絶対強いやつ。もしくは検品作業を怠ってそのまま出荷されちゃった訳あり商品です。牛も胃が4つあるし、イカは足が10本もあるし、人間の物差しで考えること自体間違っているのかもしれませんね。まずは一度水で洗います。沸騰した鍋に塩を入れて5分くらい茹でていきます。茹で終わったら流水で冷やします。水気を切ったらカットしていきます。部位ごとにカットできそうなところでカットしていきます。せっかくなので部位ごとに分けていきましょう。結構数がバラバラです。同じ数ついていないですね。商品にされる段階で取れちゃったりもありそうです。牛や豚とはまた違った形の内臓が面白いですよね。形が結構個性的です。とりあえず一通りカットして分けてみました。タコの内臓を組み立てて部屋に飾ろう。タコのリアル相関、1分の1スケールのリアルな構造。タコの内臓のことを隅々まで学べる。創刊号は290円。デアゴスティーニ。全く人気の出なそうなシリーズです。すべて組み立てる前に飽きちゃいそうです。今日はシンプルにこのまま酢味噌で食べてみて味の違いや食感の違いを比べてみましょう。それでは早速食べてみます。いただきます。今日は金シャチの名古屋赤味噌ラガーを飲んでみます。名前で買っちゃいました。赤味噌のビールって気になりますよね。色は味噌っぽさを感じる赤銅色です。ちょっと甘さのある香りがします。言われれば味噌っぽいかもしれません。勝手に味噌カツとか土手煮とかこってりな味を想像していましたが、思ったよりもさっぱりとしています。ほのかに味噌っぽさを感じます。味よりは香りの方が味噌を感じるかもしれません。味噌を使った料理とは間違いなく合う一本です。それではタコの内臓を食べてみます。まずは一番特徴的なエラと呼ばれる部位です。食感はつぶつぶ感がない焼いたたらこって感じですね。周りの皮っぽいところは小袋っぽいです。これは胃ですかね。結構歯ごたえがあります。牛とか豚の部位でもありそうな食感です。少し磯っぽい香りがします。次はこの卵巣かな。歯ごたえとかはエラに近いです。エラより柔らかく滑らかです。次はこれ何ですかね。特に特徴のない感じです。食感も味も今までの平均といった感じです。次はこの巻き貝みたいなものを食べてみます。これ美味しいですね。あん肝みたいなクリーミーなとろっとした味わいです。外側の弾力が一番あります。次はまた不思議な形です。なんか中から液体が出てきます。なんだこれ。なんか出てきた。苦いような苦くないような。次はこのボラギノールみたいな形の部位を食べています。さっき食べたのと食感や味に大差はないです。これこっちか。これこっちだ。一緒だな。次はこの丸い部位です。なんか磯っぽさを感じます。食感は似たような食感で歯ごたえがある感じです。最後は太い管と細い管を食べてみます。意外に細い方が歯ごたえがありますね。全部食べてみましたが味に大きな違いがそこまでありません。この巻き貝みたいな部位はあん肝のようなクリーミーな感じで独特です。あとエラが濃厚な感じがしますね。食感はそれぞれ違うので食べていて面白いです。胃とかこの細い管とかがコリコリして特に食感がいいです。個人的に好みです。いろいろな部位が楽しめるのでつまみにするのにいいかもしれません。ずっと酢味噌で食べるのも飽きてきたのでちょっと手を加えます。フライパンにバター、自家製刻みニンニクを入れて炒めたらタコの内臓を入れます。全体を炒めて軽く醤油で味付けをしたらお皿に盛り付けて完成です。これでいいんだよな。淡白な味わいのタコの内臓は味付け次第でいろいろ楽しめそうです。味を邪魔しないのでシーフードの香りとかアレンジしてみるのも良さそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の
日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。タコの内臓いかがでしたか？牛や豚などの動物とはまた違った良さがありますね。他の魚の内臓とかも興味があります。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。